皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は日本の政治。年収103万円の壁を動かすことが決定しました。自民、公明、国民民主党が合意をしたのです。合わせてガソリンの暫定税率の廃止に向けての合意も行われました。これは石破政権が衆議院選挙に負けたことにより野党の意見が通るぞといったことを確定させる動きであるため、非常に前向きに評価すべきことです。ただし政治というのは厄介なところがあり、合意文書が交わされたからといってそれで全てがうまくいくわけではありません。今回の動画では何が前進し、そして何が問題なのかについて合わせて解説していこうと思います。まずはどのようなニュースが報じられているか、そこから確認していきましょう。年収103万円の壁を動かすというニュースについて NHK では国民が補正予算案に賛成以降可決の見通しというタイトルで一報を報じています。国民の関心事としては年収103万円の壁が動くぞといったところの方が大事なわけですが、 NHK 的には国民民主党が補正予算案に賛成するんだなというところに重きを置いている。このあたりちょっと関心をどこに持つかもずれているのを感じます。自民公明両党と国民民主党の幹事長が会談し、国民民主党が求める年収103万円の壁の見直しの実現に向けた合意文書を交わしました。国民民主党は今年度の補正予算案に賛成する意向を示し、予算案は衆議院で賛成多数で可決される見通しとなりました。石破政権は現在少数与党であり、野党と何らかの点で妥協しなければ予算案がすんなり通ることがありません。今回は国民民主党が求めた年収103万円の壁を動かすことに合意することで予算案が通る見通しが立ちました。合意文書では年収103万円の壁の見直しの実現に向けた控除額について国民民主党の主張する178万円を目指して来年から引き上げるとしています。またガソリン税の暫定税率については時期は明示していませんが廃止するとしています。そしてこの2つの項目の具体的な実施方法などについては引き続き関係者間で誠実に協議を進めるとしています。これを受けて国民民主党は新たな経済対策の裏付けとなる今年度の補正予算案に賛成する意向を示し、予算案は衆議院で賛成多数で可決される見通しとなりました。国民民主党の榛葉幹事長は記者団に対し合意書の中で178万円を目指すという文言や来年から引き上げるということ、ガソリン税の暫定税率を廃止すると明言したことは評価したいし、自民党、公明党それぞれの幹事長には感謝申し上げたいと述べました。その上でこれに基づいて具体的かつ現実的な交渉に入ると思うので方向性がはっきりするし進展もすると思う。このラインに沿って一日も早く税金を国民に戻し国民生活を元気にして国を豊かにしたいと述べました。ただしこの話には続きがあって自民宮沢税調会長は釈然としないと話しています。自民党の宮沢税制調査会長は記者団に対し正直びっくりしたことは事実だ。3党の税制調査会長の協議は順調とは言わないがそれなりの理性を持ち一歩一歩前進していた。そうした中でこのような話が出てくることについて釈然としない感じは正直言ってあると述べました。その上で合意内容への評価について問われ幹事長が判断されたことであり詳しい解釈も全く聞いていないので今の段階でコメントしない方がいいだろうと述べました。税制調査会長と党の幹事長との力関係から言って宮沢税調会長は自分の方がこの分野では上で決定権が自分にあるといったような考えをしているのでしょう。また税制協議の場においては103万円の壁を動かすといった話題だけではなくその他にも特定扶養控除についての話題も出ていました。大学生などを扶養する世帯の所得税を軽減する特定扶養控除について対象となる学生がアルバイトなどで得る年収要件の引き上げで合意したことを踏まえ引き上げ幅の案を示しました。具体的には新たな特別控除を創設する形で再来年1月以降年収要件を現在の103万円から130万円相当に引き上げるとしています。これに対し国民民主党は配偶者特別控除を念頭に150万円以上に引き上げ実施時期も
来年1月からにすることなど、さらなる対応を求めました。また、国民民主党は政府与党が縮小の方針を示し、今年の年末に結論を得るとしている高校生などを扶養する場合の扶養控除の扱いについて先送りを求め、与党は重く受け止める考えを示しました。所得税が上がる103万円の壁問題を動かすといったことと同時に、合わせて様々な壁が存在します。その中でも働き控えといったことを考えた場合において、いくつかの壁を動かすことが同時に行わなければなりません。自民党案としては、働く大学生が103万円を超えてはいけないということで、働き止めを始めるのが10月くらいからと言われている。1ヶ月で10万円くらいの収入ということなら、残りの10月から12月までの3ヶ月で30万円くらいの上乗せであれば十分だろうということで提案したと述べました。自民党としては、なるべくこうした控除の額を引き上げたくはないというので、ギリギリまで粘っている感じですが、ある程度余裕を持った額といったものを提示することが、働くのを抑えることを抑制することに役立つので、国民民主党の示している150万円の方に寄せてほしいものです。そして、もう一つ、国民民主党の要望していた手取りを増やす経済対策の一つとして、ガソリン税の暫定税率の廃止によるガソリン減税を求めていました。この件に関しては自民党の側が折れた感じとなっています。その他の要望としては、教育支援で5兆円分の教育国債を発行し、高校卒業までの授業料や給食費などの無償化を実施することや、エネルギー対策で原発の早期再稼働などを要望しています。このあたりはまだまだ自民党公明党を動かすための要望提出は続いていくことでしょう。今回自民党公明党国民民主党で合意された文書がこちら。自民党公明党及び国民民主党は以下に合意する。1、いわゆる103万円の壁は国民民主党の主張する178万円を目指して来年から引き上げる。1、いわゆるガソリンの暫定税率は廃止する。上記の各項目の具体的な実施方法等については、引き続き関係者間で誠実に協議を進める。この合意文書に最後はそれぞれの幹事長が署名し、この NHK の報道になっているわけです。この合意を受けて国民民主党の玉木氏は X でこのように発信しています。103万円の引き上げは来年から行われること、その際178万円を目指すことに合意しました。また、ガソリン暫定税率の廃止についても合意できました。前進です。ちなみに103万円の壁については散々地上波の放送でも解説されているため、あまり解説されていないガソリンの暫定税率についてのお話を補足しておきましょう。一体どこが暫定だよというような形でかなり政治的にほっぽろかしにされていた。しかしそれでいて国民からお金を吸い上げる税金の一つでした。例えばガソリンが172円のうち税金が72円という構成になっています。本体価格が100円の時にその上に石油石炭税 2.8 円、ガソリン税本則税率 28.7 円、ガソリン税暫定税率 25.1 円、その上にさらに消費税が 15.6 円となっています。軽油の方も同じように、軽油取引税に本則税率15円と暫定税率 17.1 円、その上にさらに消費税が上乗せされています。燃料には非常に大きな税金が乗っかかっているというわけです。まずニュースについてのご紹介をしましたから、聞いている人の中にはもう怒りが溜まっている人もいるかもしれません。今回の合意には問題点があります。最初にそれのことを言いましょう。というのも、今回の合意文書をもってして国民民主党は予算案に賛成するといったところから、じゃあ予算が通った後にこの合意文書を果たして実行に移すのか、そこに問題点があります。例えばこの合意文書には、いついつまでに何をどのくらいするかといったより具体的詳細な部分については、今後の話し合いに任せますよといった形で具体的な文言は入っていません。例えば年収103万円の壁を来年から178万円まで目指して上げていくという点について言っても、じゃあそれがどのくらいの期間をかけて178万円まで上げていくかについてはまだ明記されてはいません。来年からの引き上げをスタートするにしても、それが毎年 2% ずつ上げていくような、いやそれなんだよみたいな話にまとまるかもしれませんし、扶養控除の
時にも出てきたような130万円であるとか150万円であるとか、そういった178をいずれは目指すにしても、実際にはもっともっと低いところで話をつけるように自民党が持っていくかもしれないわけです。ですから今回の話、前進ではあってもまだまだ今後の行方も見ていかなければなりません。同様にしてガソリンの暫定税率についても全く同じことが言えます。廃止すると合意文書には書いてありますが、一体いつ廃止するかについては全く書かれていません。暫定税率がこれまでずっと続いてきたのと同様に、廃止するということを決めても、その廃止が5年後、10年後であったとしても、この合意文書の文言からは言い逃れができるような状態なわけです。このあたりが自民党の巧妙な部分とも言えるかもしれません。ただし、全くのゼロだったかと言われれば当然そうではありませんから、これが前進であること、それ自体は間違いありません。例えば、そもそもこの合意文書がない状態というのは、いくら話し合いをしたところで、全く何も決まっていないわけですから、それよりはよほどマシなわけです。だからこそ政治の0か100だけではなく、この一歩前進といった部分、まずはそれを評価すべきでしょう。ただし、この後の確定的な評価が出るのは、実際に年収の壁178万円まで持ってくるのに、いつになるのかといった部分を見ておかなければなりません。ただし、少しでも動くということを見せる、その前例を作ることには私は意味が非常にあると思います。例えば、これまで自民党、公明党の政権が衆議院、参議院どちらでも多数派であった場合においては、特に野党側の要望を聞く必要もなかったわけです。一応話し合いはしますよという雰囲気は作りつつも、何かの法案や予算案を通すときには、結局のところ採決を取ればそれが通るわけですから、野党側の要望を飲む必要というものはなかったわけです。今回の合意文書といったものを足がかりとして、実際に野党側の要望を飲ませるといった実績を残すことができれば、少なくともそれをもってして選挙に行く意味なんてないなんていう話について、これを否定し、選挙に行く意味はあるんだと、たとえそれが与党ではない野党に投票しても政治は動かせるんだということを証明してみせることが、政治不信を少しでも和らげることに私は役立つと思います。繰り返しますが、まだこれはあくまでも一歩前進なだけで、物事が確定したわけではありません。そのために評価をこの時点で定めるべきではないと批判する人もいて、それは当然のことでしょう。しかし、全く前進していないとは全く違うわけなので、物事を0か100だけで考えるだけでなく、その経過についても一歩前進したこと、それ自体をまずは評価すべきだというのが私の考えです。皆さんは今回のニュースを聞かれてどのように思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。